お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ナチスドイツが第二次世界大戦に敗北して後に再建された、ドイツ連邦軍における新生の戦車、レオパルト・アインスについて解説をする。ナチスドイツの戦闘車両ばっかりアップしてきたがようやく大戦後の戦車に来たな。ナチスドイツの戦闘車両は名前が中二病心をくすぐるものが多く、ついね、レオパルト・アインスはその優秀性から NATO 諸国をはじめ海外にも多く輸出された戦車なので、その優秀な戦車がどのような経緯で誕生したのか解説をできれば後人に思う。そして解説を始める前に少し宣伝だが、コメントでもう少し宣伝は簡潔にしたらどうかというご意見をいただいたので、今日は簡潔にしてみよう。1号戦車からティガー戦車、突撃砲、駆逐戦車に至るドイツ国防軍の機構戦闘車両シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、ご興味のある方は良ければご覧ください。最近は大日本帝国陸軍の航空機関砲にも手を出しました。というわけで、レオパルト・アインスの解説をしていくよ。従前とそんなに変わってない気が。さて、第二次世界大戦後の占領期を経て、東西ドイツに分かれて再び独立国家となったドイツだが、本動画の主役であるレオパルト・アインスは、西ドイツすなわちドイツ連邦共和国の連邦陸軍が開発した戦車だ。ちなみに、これ以降、レオパルト・アインスのことは本戦車と呼称するので勘弁してほしい。機械音で毎回打ち込むの大変だからな。ナチスドイツの崩壊により消滅したドイツ国防軍だったが、東西冷戦の激化により徐々に再軍備が進行し、NATO 北大西洋条約機構に対する参加を契機に正式に再軍備が実現した。この過程で、連邦陸軍はアメリカ軍等から戦車の供与を受けていたが、そもそも旧式化している戦車を供与されていた関係から、国産の戦車が必要であるという認識のもと、西ドイツ政府と連邦陸軍は戦車開発に着手する。NATO 参加が再軍備の契機だったか。そして、連邦陸軍が着手した新たな戦車開発には、他国の意外なパートナーが存在した。意外なパートナー国とは、フランスだ。フランスでも同時期に自国陸軍の使用する戦車の開発を起としており、西ドイツとフランスは開発協定を締結して戦車の共同開発に乗り出すこととなった。鬼のような宿敵同士が戦車の共同開発とは驚きだ。独仏間の戦車開発協定に基づき想定された戦車構想は、30トン級の戦車であることや、火力重視であることに加え、重要な点として、対 NBC 防御能力を備えていることも考慮されていた。NBC って何？ NBC 兵器っていうのは、一般的な定義としては、核、生物、化学兵器を指す。これらの兵器から防御する能力を有しているか、そういった視点も要求されていたわけだ。この西ドイツとフランス共同開発の戦車構想には、さらにイタリアも加わることになった。イタリアは本格的な共同開発国として参加していたフランスと比較すると、完成品の取り入れなど緩い参加だったみたいだけどね。西ドイツとフランスの合作戦車はどんな感じの車体になったのかな？いや結局ね、この共同開発は頓挫して西ドイツは単独開発をすることになるんだ。計画の正式な頓挫はまだ先だが、ここからは西ドイツ側での開発経過を見ていこう。西ドイツは新戦車の試作にあたり、複数の企業を参加させるため、企業群をグループ編成して、A グループ及び B グループを組織させ、それぞれのグループに試作開発を担当させた。B までで C グループはなかったの？幻のグループなんだが、C グループも存在したらしい。A グループはポルシェ社などの企業連合、B グループもヘンシェル社やラインメタル社などの企業連合なんだが、戦時中は軍用トラックなどを製造していたボルクアルト社の単独による C グループもいた。しかし、この C グループのボルクアルト社は一回破産してしまうので、C グループによる試作車は幻となってしまった。C グループはどんな試作車を考えていたの？ C グループによる試作車は、道路上では履帯を使わずに天輪を駆動させて走行することが可能なシステムを取り入れるなど、量産が実現していたら結構注目されたのではないかと思われる、挑戦的な試作車だった。A と B の両グループそれぞれの設計案は、変速機やエンジンなど異なる点もいくつかあったが、
ヘンシェル社などが参加する B グループの設計案には、野心的な設計が比較的多く盛り込まれた関係で、試作戦車の開発が遅延するという結果を招いてしまい、A グループの先行を許すことになる。設計が野心的で生産性につまずく現象は、なんか戦前の3号戦車を思い出すな。A グループと B グループのどちらが勝ったの？両グループの試作戦車は、連邦陸軍による審査を経て、一応競争試作の合否は明示しなかったものの、A グループには二次試作として26両、B グループには同じく二次試作として6両を連邦陸軍は発注した。それとなく合否を伝えている感あるな。さて、装甲を増強するなど改良が加えられた二次試作車は、連邦陸軍の審査を経て、フランスやイタリアとの共同試験に臨むことになった。なお、同時期にフランス側でも試作戦車が完成し、同じく西ドイツやイタリアとの共同試験にかけられている。共同試験をクリアしたら生産開始かな。いや、連邦陸軍と A グループは共同試験の結果を待たずに、先行生産型として50両の生産に着手したので、西ドイツはすでに走り出していた。しかも、フランス側の試作戦車と西ドイツの本戦車との比較審査が実行されたにもかかわらず、フランスは西ドイツとの戦車の共同開発計画から脱退することになった。その結果、もう走り出してはいたが、本戦車は西ドイツの単独開発による西ドイツの戦車として、歴史に名を残すことになった。自由だなフランス。次に、本戦車の構造的特徴について話をしていこう。まず、本戦車の手法は、優秀と折り紙付きの戦車砲、イギリス製のロイヤルオードナンス L7A3 だ。ロイヤルオードナンス L7 は、イギリスで開発された 105mm 戦車砲だ。この戦車砲は、東側のワルシャワ条約機構軍に対抗すべく、イギリス陸軍のセンチュリオン戦車の手法に換装する目的で開発された。ロイヤルオードナンス L7 は、西ドイツだけでなく、日本の陸上自衛隊の戦車の手法としても採用されている。日本のなんていう戦車？陸上自衛隊の74式戦車だ。また、本戦車の副武装には、ラインメタル MG1 機関銃、追って MG3 機関銃が搭載された。同機関銃は第二次世界大戦後、大戦中に使用されていた MG42 機関銃を再設計し、連邦陸軍の再軍備に際して大量配備された機関銃だ。MG3 機関銃は、連邦陸軍の車載機関銃から対空機関銃に至るまで使用される汎用機関銃だが、その汎用性により本戦車にも搭載されることとなった。さらに、本戦車の開発経緯の冒頭で述べた通り、西ドイツとフランスとの間で協定を結んでまで共同開発を合意した時点で、NBC 兵器に対する防御能力にも配慮がなされていたが、完成した本戦車にも、NBC 加圧フィルターシステムが搭載されている。NBC ってナチスドイツ時代の戦車にはなかったと思われる単語だな。他に特筆すべき点として、本戦車は数メートルではあるが潜水走行が可能な設計となっているため、それに対応して、本戦車には排水ポンプやシュノーケル装置が備えられている。このように、戦後ドイツの技術が結集して開発された本戦車は、その性能が評価され、多くの外国に輸出がなされる戦車となった。さて、以上の通り、レオパルト・アインスの解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍や特別高等警察、ドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍の記載にして、満州事変という一大事件を立案、主導した異彩の陸軍中将、石原幹事の解説動画です。石原幹事の破天荒な青年将校時代、エリート参謀の登竜門である陸大を闊歩した陸大生時代、そして満州事変を起こす関東軍参謀時代、満州事変におけるとてつもない活躍と激戦ぶりを一挙に解説しております。複数の動画を統合した総集編なので、動画間のつながりの箇所がありますが、気にせずにご覧いただければ後人の至りです。
個人的には、石原幹事の陸大生時代、陸軍大学校の参謀演習旅行の一環で、あんまり意味のない課外学習に連れ出され、学生らは課外学習の報告書の提出が義務付けられた際に、他の軍人学生らは意味のない課外学習だけに頑張って報告書を作文してるのに、石原幹事だけは、報告書に所見なしって4文字だけ書いて提出したっていう逸話が好き。破天荒だな、いろんな意味で。東条英機との対立なんかは有名だね。ここまで見てくれた人、ありがとう。気候情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。